いただきましてありがとうございます。皆様改めまして本日はご乗車誠にありがとうございます。これより網走市観光ボランティアがご案内いたします。ただいま進行左手に見えておりますのは網走の市街地でございます。重要港湾に指定されております網走港の漁港区でございます。ちょうど皆様の横にはたくさんの漁船が陸揚げされている様子ご確認いただけるかと思います。これ実はこの時期になりますと入り込んできた流氷で船が傷つけられてしまうことがあるんだそうで、傷つけられないようにするためにこのように陸揚げをされているわけなんですね。オホーツク海に面した港町ならではの冬の風景と言えるかと思います。またここ網走港は今回この流氷物語号とコラボレーションいたしておりますゲームオホーツクにキーウではある重大な事件が起きた舞台となっております。もしねゲームをご存知のお客様がいらっしゃいます場合はよかったらぜひね操作を進めるボスになった気分で車窓風景をお楽しみいただければと思います。ここ網走港では鮭、マス、ホタテ、ウニ、カニ、キンキ、すり身の原料となるスケトウダラ、そしてクジラなど実に豊かな海の幸が水揚げされます。ではこの辺りからは外海へと目を向けていただきます。皆様お目当ての流氷はと申しますと、残念ながらちょっと接岸という状態には至っておりませんで、沖合には少し白い流氷の筋が見えているところもあるようでございますが、残念ながら流氷皆様にはちょっとね姿を見せてくれていないようです。手前にはでもね先日接岸した際に置いてけぼりを食らってしまいました流氷のかけらがぷかぷかと浮かんでおりまして、これはこれで綺麗にご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。こちら網走方面今年の流氷状況といたしましては1月24日流氷初日を迎えました。流氷初日と言いますのは肉眼で初めて観測所から流氷帯が見えた日のことを指します。これ、平年に比べますと2日ほど遅く、昨年と比べると1週間遅い記録でございました。でその後26日のあたりで一度なんか接岸したような雰囲気に見えたことがあったんですが、正式な発表とは残念ながらなりませんで、先日2月3日やっと網走は流氷接岸初日を迎えました。で2月の3日にねやっと接岸したなーなんて思ってたんですが、次の日もうすぐ離れちゃいましてね、その後あまり戻ってくることができず今日まで経過いたしております。そんなに簡単に動くのとびっくりしてる方もいらっしゃるかもしれません。実はですね流氷今は接岸しても簡単に風や潮の流れで出入りしてしまいます。そのために今現在流氷はなかなか見られないものなんだとまずはご認識ください。でまだねこれから先何度か海の見えるところへと出てまいります。網走にないからといってこの先もないとは限りません。本当に見る場所によって見え方今から40年ほど前は一度接岸すると春先まで離れることはありませんでした。ところがここ20年ぐらいでしょうかね、だんだんと氷が薄く量が減っています。そのために密着度が低いため簡単に潮の流れや風の動きに影響されて出入りするようになってしまっているんです。なので今現在ねちょっと流氷見られませんが、何も皆様だけが特別運が悪いとかそんなことでは全くありません。もう本当に日に日に早い時は数時間単位で変わってまいります。物語後昨年度に続きましてとあるコラボレーションを実施いたしております。1980年代初めはパソコンゲームとして発売され、その後家庭用ゲーム機用のゲームとしても発
発売をされまして人気を博しました推理アドベンチャーゲームオホーツクに奇遇とのコラボレーションでございます。この作品実はドラゴンクエストシリーズの作者堀井雄二先生の作品でございまして、この専門本線の沿線が舞台に登場するアドベンチャーゲームとなっております。これがご縁でこの列車の行き先案内板などゲームのキャラクターをデザインしておりますほか、オリジナルコラボグッズの車内販売も行わせていただいております。ゲームが登場しました1980年代の当時のデザインに復刻して運行されております。この特急オホーツクの復刻版ヘッドマークは打ち寄せる流氷を描きました。かつてを知る方には懐かしく、初めて見る方には新しく美しいデザインとなっております。名刺などで埋め尽くされております。また駅のホームには展望塔もございますので、オホーツクの雄大な風景ぜひご覧くださいませ。次の北浜では約10分ほど停車時間がございます。ホームに出られる際はお乗り遅れのございませんよう余裕を持って車内までお戻りくださいませ。また貴重品は必ず身につけていただきますようお願い申し上げます。右側です。お降りのお客様はお忘れ物ございませんようお支度をしてお待ちください。北浜を出ますと次は浜越水に停まります。なお北浜ではおよそ10分停車します。発車時刻は10時10分です。
終着知床車輪に到着いたします。じゃがいもの生産が非常に盛んで、でんぷんやポテトチップスなどに加工されておりますほか、清里町ではじゃがいも焼酎が特産品となっております。毎年7月頃ともなりますと、一面の白いじゃがいもの花の中を列車が走ってまいります。ご乗車をいただきましたこの流氷物語を走っております線の名前を天王本線と申します。東釧路という駅から網走まで 166.2km 続いておりまして、網走へ向けて走ります列車が上り列車と表記されます。という山から釧路方面へ硫黄鉱石を運搬するために作られました安田鉱山鉄道と呼ばれる鉄道路線が元々の前身になります。これをですね、これわずか実は10年ほどで廃止になってしまうんですが、それを買い取りました旧国鉄の前身北海道鉄道部が一部ルートを変更しながら釧路までまずは伸ばします。その後逆方面、こちら網走方面へと少しずつ伸びてまいりまして、全線開通は1931年のことでございます。今年で専門本線91年目となります。は流氷ノロッコ号という観光列車が運行されておりましたが、車両の老朽化などに伴い惜しまれつつも一体となりまして、その後継列車として翌年から登場しましたのがこの流氷物語号でございます。でこの流氷物語号が走っております網走から知床斜里間、私ども沿線自治体観光ボランティアはより多くのお客様にこの路線について知っていただき、親しみを込めていただければということで、オホーツク流氷ラインと呼ばせていただいております。さて皆様、一瞬だけ列車左手海が見えます。流氷あるの分かりますか？沖合にしっかり白い流氷見えてますね。この後もうちょっとすると列車からしかご覧いただけない海の場所が出てまいります。ここまでとは全然違った風景が広がっていることと思いますので、ぜひご期待ください。落としてくれているでしょうか。運転手さんご協力ありがとうございます。ちょっとね、ゆっくりご覧いただけるかもしれません。大正7年にこの駅開業しているんですが、それ以来あまり建物大きく変わっておりませんで、非常に木造のレトロな駅舎となっております。やむ別という地名なんですが、止まるに別れると書きまして、縁起がいい駅と別れを止めるということで、縁起がいい駅なんていうふうに言われています。見送ってくれていた方がいたようですね。広がってまいります。ここからしばらくは何も邪魔するものなくオホーツク海を一望いただけるポイントへと出てまいります。また周りを一般道が通っておりませんので、このオホ
方です。流氷ライン JR 専門本線に乗車いただいた皆様のみの特等席となっております。本日の斜里方面の海の様子どうなっているでしょうか。どうか恐れ入ります。車内混雑しておりますが、窓側の景色は皆様譲り合っていただきながら皆様で楽しんでいただきますようお願いいたします。さあ見えてまいりました。いかがでしょうか。びっしりと接岸しているのがお分かりいただけるかと思います。こうなっちゃうとどこから海だかわかんないんだけどって言われることがあるので、一応ご説明しておきますと、手前の小さな草や低木が生えている丘の向こう側に陸地は一切ありません。ここから浜は見えないので、つまりあの白い部分全て海の上というロケーションでございます。やっと姿を見せてくれましたね。こちら斜里方面はびっしりと接岸しております。こちら斜里方面、正式な観測所がありません。そのため網走のような正式発表が一切行われませんので、私どもがこの車両からご案内をさせていただきながら確認している限りでお伝え申し上げますと、網走よりも接岸は早かったです。1月の31日、この辺りびっしりと寄せてまいりまして、まだそれでも接岸までは行ってなかったんですが、2月の2日に一足早くびっしりと接岸をいたしました。それからは実はほぼあまり動くことなくこのまま推移しております。ただそれでも手前の辺りは海が明けているところが増えてきました。これで溶けてしまっているんです。皆様にとってはこの外の気温十分お寒くお感じだと思うんですが、流氷シーズンのオホーツクとしては暖かい気温なんです。本来流氷が来ているとマイナス20度前後ぐらいの気温まで寒くなるのが本来のオホーツクの気温でございます。今日だいたいマイナス10度前後ぐらいまでしか下がらないとの予報でございました。ちょっとね、暖かすぎるんですね。なのでだいぶ溶けてしまっているようです。もしかすると皆様の中には、いやこれですよとね、こう盛り上がってね、お写真いっぱい撮っていただいている方も多いと思うんですが、これが当たり前だと思っている方もいるかもしれません。実はこの流氷、今はこんなに見られるなんてめったにないことなんです。非常にラッキーなことだとご認識ください。今から40年ほど前ぐらいであれば、それは流氷の勢いというのは強いものでございまして、ゴロゴロゴツゴツとした氷が転がっていくのが本来の流氷帯でした。ところがここ二十数年だんだんと氷薄くなりまして量が減っています。そのため密着度が下がるために簡単に風や潮の流れで出入りをいたします。なかなか信じていただけないんですが、皆さん今見えているこの流氷帯大量にありますが、どのぐらいでなくなるとお思いでしょうか。風や状況、気温などにもよりますが、一晩という時間があれば十分でして、早いとこれだけの流氷帯が3時間でかけらも見えなくなります。そのぐらい簡単に動いてしまうために、流氷はなかなか見られないものに変わってしまったんだとご認識ください。ですから皆さん、これだけの流氷帯見れたってことは相当ラッキーだと思っていただいていいと思います。もしかするとこれだけびっしりと接岸していると、沖まで歩いて乗ってみたいなと思っている方もいらっしゃるかと思います。ただどうか皆様だけで流氷の上に上がられるのは絶対におやめください。もし流氷の上を歩いてみたい方は、インストラクターがついてきちんと安全を確認した上で流氷の上を歩き
を抜け、根室本線の釧路へと至っております。その車窓はまさに世界遺産級でございます。本日お感じいただきました根室本線の魅力、どうぞ多くのお客様にお調べをいただき、今度は緑いっぱい車いっぱいの夏の天満本線にもご乗車くださいませ。まもなく1番ホームに釧路行き快速列車が到着いたします。危険ですので列車進入中は黄色い点字ブロックの内側まで十分に下がってお待ちください。